こんにちは、KI です。いつもご視聴ありがとうございます。ニホンミツバチの飼育を始めたい。そう思った時、最初にして最大の関門が群れの入手です。西洋ミツバチと違ってニホンミツバチは購入して手に入れることは難しいです。ではどうするのか。実は野生の群れが春に行う分蜂、つまり引っ越しのタイミングを狙って空の巣箱、いわゆる町箱に入居してもらうのです。ミツバチの気持ちになって住みたい物件を用意する。不動産に例えると、あなたはミツバチ向けの有料物件オーナーを目指すわけです。家賃はもちろん美味しい蜂蜜です。ではどのように町箱を設置すればミツバチが入居してくれるのでしょうか。ただ町箱を置くだけでは入居確率はとても低いのですが、いくつかコツを知っているだけでその確率は飛躍的に上がります。今回はニホンミツバチ飼育歴6年の私 KI が捕獲に必須の知識を8つのポイントに分けて徹底的に解説します。また動画の後半では中級者でも気をつけた方が良い点をいくつかお話ししますので、ぜひ最後までご覧ください。では早速見ていきましょう。まず最初にニホンミツバチがなぜ、いつ、どうやって引っ越しをするのか、その基本を押さえましょう。相手を知ることが捕獲成功への第一歩です。春になって群れの勢いが増し、巣の中で新しい女王蜂が育ち始めると、古い母親の女王蜂は約半数の働き蜂を引き連れて巣を飛び出します。これが分蜂です。いわばミツバチの種族繁栄のための引っ越しであり、一つの群れが2つに分かれて増えていく自然の営みです。ここで知っておきたいのは、分蜂は1回では終わらないということです。最初に母親女王が出ていく第一分蜂の後、巣の中では新女王が次々と羽化します。第一分蜂の後には長女の女王蜂が働き蜂を連れて出ていく第二分蜂、さらには次女の女王蜂が働き蜂を連れて出ていく第三分蜂が起こることも珍しくありません。つまり一つの群れから春の間に何度も分蜂が発生する可能性があり、それだけ捕獲のチャンスがあるということです。ただし回を重ねるごとに群れの規模は小さくなっていきます。では分蜂から新しい巣への入居はどのように進むのでしょうか。まず分蜂が近づくと、群れの中から探索蜂と呼ばれる働き蜂が四方八方に飛び立ち、新居の候補地を探し始めます。分蜂当日、女王蜂と約半数の働き蜂が巣を飛び出すと、まず元の巣の近くの木の幹などに集まり、大きな塊を作ります。これが蜂球です。一見じっとしているだけに見える蜂球ですが、実は活発な新居選びが進行しています。蜂球から探索蜂が飛び立ち、候補地を見つけると、蜂球に戻って有名な8の字ダンスを踊り、場所の方角、距離を仲間に伝えます。それを見た別の働き蜂が現地を内見しに行き、気に入ればその蜂もダンスを踊って賛成票を投じます。最初は複数の候補地が同時に宣伝されますが、良い物件ほど内見に向かう蜂が雪だるま式に増えていきます。そして十分な数の探索蜂の賛同が得られると、ついに群れ全体が一斉に飛び立って新居へ向かうのです。あなたの町箱の周りを飛ぶミツバチが最初は 2,3 匹だったのに日に日に増えてきた。そんな変化が見られたら、それはまさに探索蜂の間であの物件いいよという口コミが広がっている証拠です。ただしこの段階で興奮して近づきすぎると逆効果です。遠くから静かに見守りましょう。さて、分蜂の仕組みが分かったところで、次はミツバチが住みたくなる町箱の準備についてお話しします。これから始める初心者の方には、自作も管理も簡単な重箱式巣箱が圧倒的におすすめです。重箱式巣箱の作り方は前回の動画で詳しく解説していますので、概要欄のリンクからご覧ください。町箱として使う場合は2段構成が基本です。
最初から3段以上重ねる必要はありません。シンプルな2段の待ち箱をできるだけ多く用意することに集中しましょう。また一番下を丸太のくり抜き、いわゆる丸胴にして上に重箱を乗せたハイブリッド式も捕獲率が高いとされています。自然の大木の鱗に近い雰囲気が出るので、なかなか入居が決まらない方はチャレンジしてみるのも良いかと思います。もし用意した巣箱の杉板がまだ新しい木の匂いが残っている場合、野生のミツバチはこの匂いを嫌がる可能性があります。1ヶ月以上は屋外で野ざらしにして匂いを抜くのがベターです。人間はピカピカの新築を好みますが、ニホンミツバチの不動産事情は真逆です。以前に仲間が住んでいた形跡がある中古物件に安心感を覚えます。蜜蝋の匂いが染み込んだ中古巣箱は探索バチにとってここは安全に暮らせた実績がある場所だというサインになるわけです。もし先輩の養蜂家さんから中古巣箱を譲ってもらえるなら、一段だけでも待ち箱に使うと有利です。ただし巣の残骸に巣虫が潜んでいないか必ず確認してから使用しましょう。巣虫がいた形跡があれば巣くずはきれいに除去し、熱湯などで消毒してから使用した方が良いでしょう。待ち箱の準備ができたら、次はミツバチを引き寄せる誘引です。ここでご紹介する3種の神器を利用することで、ミツバチを誘引して捕獲率を劇的に上げることができます。まず1つ目は蜜蝋です。中古の巣箱が手に入らない場合でも、新品の巣箱を中古物件のように見せかける魔法のアイテムが蜜蝋です。ここで間違えてはいけないのが蜜蝋の種類です。必ずニホンミツバチの蜜蝋を使ってください。安価に出回っている西洋ミツバチの蜜蝋では効果がありません。では実際にすのこに蜜蝋を塗ってみましょう。塗る場所はすのこの下側、つまり巣箱の空間に面する側です。このようにヒートガンですのこを温めて蜜蝋をこすりつけます。塗った後はさらにヒートガンで加熱して木にしっかり染み込ませます。ちょっと杉板が凹凸していて全体的に塗るのに苦労していますが、なんとか進めています。ポイントは薄く塗ることです。巣箱の内側全面にたっぷり塗ることを紹介している YouTube 動画もありますが、経験上塗りすぎるとかえって入居率が下がるように感じています。蜜蝋はあくまでもほどほどに。ヘアドライヤーでもできますが、少し時間がかかりますので、できればヒートガンを使うのがおすすめです。またガスバーナーで炙って塗る方も多いのですが、焦がしてしまうとミツバチが焦げた匂いを嫌がる可能性がありますので注意してください。2つ目は誘引剤です。最強の誘引剤としては金梁片がよく知られています。金梁片は蘭の一種で、開花するとニホンミツバチを強力に引き寄せる物質を出します。開花した金梁片の鉢を待ち箱の近くに置いて探索バチを誘います。ここで一つ重要な注意点があります。金梁片の花は受粉してしまうとミツバチ誘引物質を出さなくなります。ですので鉢ごと大きな洗濯ネットなどで覆ってミツバチが花にアクセスできないようにするのが良いです。もう一つの方法は花を切り花にして水を入れたペットボトルなどに挿す方法です。株に負担をかけないというメリットがありますが、鉢につけたままよりは開花期間は短くなります。金梁片は分蜂の時期に合わせて花を咲かせる開花調整が必要です。開花調整はちょっと自信がないなという方や、開花調整に失敗してしまった方も大丈夫。誘引剤として待ち箱ルアーという商品を使用することができます。待ち箱ルアーは金梁片のミツバチ誘引成分を科学的に合成して使用しており、京都先端科学大学発のベンチャーが製造しています。開封後効果が約45日持続しますので、
分蜂のピーク期間を十分にカバーできます。ではルアーの用意の仕方を見てみましょう。まず使用時にパックをハサミで切ってルアーを取り出します。シャーレの蓋を外すとルアー本体が見えます。ここで非常に大事な注意点があります。シャーレの中の白いワックスの上に透明なつぶつぶがついています。このつぶつぶこそが誘引成分の本体です。なんだこの水滴と指で拭き取ってしまうと誘引効果が大幅に低下してしまいます。開封時はつぶつぶに絶対に触れないように注意してください。またルアーは雨に濡れると誘引成分が流れてしまいます。このようにルアーが入っていた袋を半分に切ってかぶせて雨よけの傘にすると良いでしょう。ルアーは待ち箱に押しピンなどで直接留めます。3つ目は誘引液です。蜂蜜を絞った後のカスを煮出して作るもので、水で薄めてスプレーボトルに入れ、巣箱の外側や巣門付近に吹きかけます。なお巣箱の中には入れないでください。カビやアリの原因になります。誘引液は先輩養蜂家から分けてもらうかネットショップで購入できます。誘引液はないと入居しないというものではないですが、使用することで入居確率を上げることができます。ここでプロの裏技を一つ。同じ敷地内に複数の巣箱を並べる場合、あえて全ての巣箱に禁猟片やルアーをつけないというテクニックがあります。全部につけるとミツバチがどっちに入ろうと迷ってしまい、最悪どちらにも入居しないことがあると言われています。誘引剤は1箱だけに設置し、そこに入居したら次の空箱に移していく。このリレー方式が最も効率的な使い方です。次に設置場所や設置方法について実演を交えて説明します。初心者の方は試しに庭に1箱だけというのも全然ありです。私も八友さんも1箱だけ置いた待ち箱に1週間以内に入居があって日本蜂飼育にはまってしまった口です。ただ一般的に1箱だけの捕獲確率は数割しかないと言われています。捕獲率を上げる最もシンプルかつ最強のコツは座席に立つ回数を増やすこと。1箱を2箱にすれば単純に確率は2倍です。できるだけ多くの待ち箱を用意しましょう。ここで注意が必要なのは、多くの待ち箱を全て自宅の庭に並べても残念ながらあまり入居確率が上がらないということです。待ち箱は離して設置する。できれば数百メートル以上離して分散配置するのが良いとされています。いやいや、そんな場所ないよと思いますよね。確かに簡単ではないです。でも友人や親戚に交渉して待ち箱を置かせてもらえば入居確率は格段に上がります。お礼は蜂蜜が取れたらお裾分けということで。なお入居後の巣箱は入居当日の夜なら他の場所に移設できます。待ち箱を置かせてもらった場所での飼育が難しくても入居当日の夜に自宅などに持ってくれば OK です。さて、どういった場所がミツバチが入居しやすいと言われているでしょうか。それは前方が開けていて飛び立つ障害物がないこと、斜面の上で巣門から土地を見下ろすような配置であること、大きな木の根元などランドマークになるものがあること、夏は日陰になり冬は日が入る落葉樹の下であること、そして民家の南側から東南側のひさしの下などです。逆に避けるべきなのは風通しの悪い窪地や谷底、騒がしい場所、野焼きがよく行われるエリアなどです。また住宅密集地での設置はトラブルの元になることがあります。ミツバチに刺されるのが怖いから移設してほしいと苦情が来たり、翌年の分蜂で多数のミツバチが飛んで大騒ぎになるリスクがあります。なお分蜂時のニホンミツバチは非常におとなしく、刺すことはほとんどないとされていますが、知らない方はとても驚きますので気をつけましょう。
いくつか実際の設置場所をご紹介します。こちらは玄関横で昨年入居実績があります。東南の角で入り積みになっていて、夏は桜の木やひさしで直射日光が当たらず、冬はまあまあ日当たりが良いです。さすがに玄関横なので常時設置は難しいので、入居したら移設する前提で待ち箱を設置する予定です。こちらは2カ所目の設置場所です。北側に向かって斜面となっていて見晴らしが良いです。毎年入居のある場所です。ただし冬には家やウッドデッキの陰になり、あまり日が当たらないのがネックです。3カ所目です。桜と欅の木の下です。夏場は日陰になることと、欅の木が大きいのでランドマークになることがメリットです。また冬に太陽高度が下がるとまあまあ日が当たる場所です。このようにできるだけ条件の良い場所を選んで設置しますが、全ての条件を完璧に満たす場所はなかなかありません。条件の悪い場所でも入居することもあるので、あまりこだわりすぎないようにしましょう。なお、過去に入居実績がある場所は翌年も入居確率が高いので、必ず待ち箱を設置すると良いでしょう。では実際に待ち箱を設置してみましょう。まずはコンクリートブロックを台として使用する例です。まず地面を平らにしてコンクリートブロックを置きます。コンクリートブロックの上に巣箱を直接置くと、地面から近くて雨の跳ね返りがひどいので、今回は鉄製台を置いてその上に設置します。鉄製台の上に底板を置き、その上に巣箱を2段重ねておき、上に屋根をかぶせます。最後にコンクリートブロックを通すように煮締めバンドで固定して完成です。コンクリートブロックも一緒に固定しているので安定しています。最後に金両片を設置します。まだ花芽がついた状態ですが、すでに開花していると思ってご覧ください。このように洗濯ネットをかぶせることで、ミツバチによって受粉してしまうことを避けます。鉢が倒れないように台ごと洗濯ネットに入れて設置しました。次にプラスチックコンテナを台にした例です。まずプラスチックコンテナを逆さに置きます。その上に建築用のコンパネを適当なサイズに切って作った底板を置きます。その上に開閉式のスモン枠、巣箱、すのこ付きの巣箱、蓋と重ねていきます。段と段の間を梱包用の黒いテープで固定します。そして発泡スチロールの板とポリカの波板を重ねて荷造り用のベルトで留めて完成です。最後に待ち箱ルアーを押しピンで貼り付けておきます。おっと、スモン付近に蜜蝋を塗っておくと良いと言われていますが、これを忘れていました。一度ばらして作業します。コンパネの防水面は蜜蝋を弾いてしまうので、反対側の面に蜜蝋を塗っていきます。ヒートガンを使って蜜蝋を染み込ませていきます。コンパネの場合は少し時間がかかりますね。スモンの入り口付近と中に入ったあたりに塗りました。スモン用の切り込みの部分にも塗りました。こちらはすぐに染み込みますね。ミツバチの捕獲は時期を合わせることが必須です。分蜂は地域によって時期が大きく異なります。おおよその目安は九州南部で3月上旬から九州北部で3月中旬から下旬、四国から関東にかけては3月下旬から4月上旬、北関東甲信越で4月上旬から中旬、東北で4月下旬から5月上旬です。ここで最も重要なのは
分蜂は始まってからの最初の1ヶ月に集中するということです。このタイミングに遅れると捕獲のチャンスは大幅に減って翌年に持ち越しになってしまいます。マチバコルアーの有効期間は約45日です。お住まいの地域の分蜂が始まる予想日の1週間前に開封して設置するのがベストです。その年の実際の分蜂時期は週末養蜂さんが運営している分蜂マップで確認するのが一番確実ですね。全国の養蜂家がリアルタイムで分蜂情報を投稿していて、自分の地域より少し暖かい場所で分蜂報告が出始めたら設置のサインです。もし春のピークを逃してしまってもすぐに巣箱を片付けないでください。夏になると春分蜂した群れからさらに分蜂する孫分蜂、別名夏分蜂が起きたり、前の巣から逃げ出してきた東京群が入居してくれるチャンスがあります。私も実際に7月や8月に自然入居した経験があります。ルアーの効果が切れていても蜜蝋の匂いだけで入居することもあるので、秋口まではそのまま設置し続けましょう。ここからは道具や配置の話ではなく心構えの話です。一生懸命やりすぎてしまうことが裏目に出るケースが多いんです。初年度はビギナーズラックで入居したのに翌年から全然ダメ。こんな経験はありませんか？実は私もそうなんです。まず一つ目、蜜蝋の塗りすぎです。誘引効果を高めようと巣箱の内側全面にたっぷり厚塗り、さらに巣門付近に追い蜜蝋までしてしまう。先ほどもお話ししましたが、蜜蝋は巣のこに薄く染み込ませる程度で十分です。2つ目、消毒のためにバーナーで巣箱を炙りすぎること。巣虫対策などでバーナーを使う方は多いですが、焦げるまで炙ってしまうとニホンミツバチが嫌がります。一説には木が焦げた匂いが山火事を連想させるからとも言われています。バーナーを使う場合は軽く炙るだけにとどめてください。もし可能であれば熱湯での煮沸消毒、またはスチームクリーナーやヒートガンでの消毒の方がベターだと思います。そして3つ目、これも一番やってしまいがちな NG 行動です。巣箱を設置して数日、偵察に来たミツバチを発見するとつい巣箱に近づいたりスマホで撮影しようとしたり、探索バチは非常に敏感で人間の気配、影や振動を感じ取るとこの物件は危険だと判断して二度と来なくなることがあります。探索バチの観察はとてもワクワクしますので、観察したい気持ちはよくわかります。巣箱から5メートルぐらい離れてそっと観察すると良いと思います。もどかしい気持ちを抑えてミツバチを信じて待つ。これが捕獲成功への近道です。次はミツバチの入居について知っておくべき点についてお話しします。マチ箱の周りを数十匹、数百匹のミツバチが飛び回り始めると、見てない時に入居したのではと思ってしまうかもしれません。しかし彼らはまだ物件を吟味している探索バチの可能性があります。すでに入居しているかどうかを見分ける方法をお教えします。探索バチは巣箱の周りをあちこち飛び回り、中に入ったり出たり、明らかに吟味している様子で飛びます。一方、入居後のミツバチは巣門から一直線に飛んで出かけ、戻る時も巣門に向かって飛んできてすぐに中に入ります。そして入居確定の最も確実なサインがこれです。足に黄色い花粉の団子をつけて巣箱に入っていく働きバチを見つけたら、それは巣の中で育児、つまり産卵が始まっている証拠です。入居確定と言ってよいでしょう。おめでとうございます。入居を確認できたら次の対応をしましょう。まずルアーや金両片をすぐに取り外して別の空の待ち箱に移しましょう。さらなる捕獲を狙います。そして
入居直後の群れは非常に神経質です。内見、つまり中を確認することはできるだけ我慢してください。刺激を与えすぎると、せっかく入居した群れが逃げ出してしまう可能性があります。さらにプロの裏技をお伝えします。おかわり入居戦略です。マチ箱に入居があった場所、それは周囲に自然巣があったり、ミツバチの好む環境が整っていたりする超有料立地である証拠なんです。しかもあなたのマチ箱に入居した群れの実家が近くにあり、そこから数日から1週間の間隔で第2分蜂、第3分蜂が出てくる可能性が高い。やるべきことはこうです。まず入居が確認できたら、ミツバチがすべて巣箱に戻るその日の夕方暗くなってから巣箱を飼育場所へ移設します。入居当日の夜に限り移設先は2キロ以上離す必要はありません。なお翌日以降の移設は2キロメートル以上離した場所にする必要がありますし、逃げ出す可能性も高くなります。入居した当日にのみ使える技です。入居した群れを移設したら、全く同じ場所にすぐに新しい空の待ち箱を設置してください。こうすることで数日以内にまた別の群れが連続して入居するフィーバータイムが発生することがあります。入居した特等席は開けっぱなしにせず、すかさず次の空箱を仕掛ける。これが群れを効率よく増やす極意です。もちろん翌年もその場所は一等地として必ず待ち箱を設置しましょう。いかがだったでしょうか。今回はこれらの8つのポイントについて詳しく説明しました。いっぱい詰め込んだので一気に把握するのが大変かと思います。この動画にはチャプターを設定していますので、見直したい時にご利用ください。今回の内容をより詳しく文章で説明したブログ記事もありますので、概要欄からご確認ください。また過去動画の養蜂 Vlog No.10でもいろいろな捕獲のコツを紹介していますので、合わせてご視聴ください。自然が相手なので必ず1年目で捕獲できるとは限りません。でもいろいろと工夫して初めて入居した時の喜びは格別です。思わずガッツポーズをしてしまうほどです。この動画が皆さんの物件へのミツバチの入居率アップに少しでもお役に立てたら幸いです。このチャンネルでは定年後に夢中になれる趣味を探そうをテーマに、ニホンミツバチの飼育や果樹栽培などをご紹介していきます。もしこの解説動画が少しでも参考になったら、動画制作の励みになりますので、ぜひチャンネル登録といいねをお願いします。またコメントもお気軽にお願いします。すべて返信しています。次回の動画ではミツバチ誘引卵の禁猟編についてご説明しようかと考えています。ぜひチャンネル登録してお待ちいただけると嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。それではまた次の動画でお会いしましょう。